回は少し遠く寄りの動画ですが、よかったらご覧ください。愚痴ではないんですが、ちょっとこのゲームのよろしくないところを話す感じです。その前に、ビルドはこんな感じ。腹痛 E の SS アーマー、E38 の体力150、セレンの 30% に調整済み。一応食事もしてます。これで、ダブル変異暗号解読をやります。それで今回のテーマは、今の腹痛ビルドが無敵すぎて、PA に価値がない件について、という一部の人にとっては、悲しい話になります。だから PA 乗るなよとか、そんな話ではなく、良くないよねって問題提起です。PA が好きな人はいます。私も好きで、腹痛 SS 組むまでは、ずっと PA、遡ると、FO4 のユニーク PA 特集を組んだくらい、今だとファースト脱却ビルドとか、そういう PA ビルドを紹介しました。なので、他の人より PA について自信あるし、愛しているけど、その上ではっきり言って、今の PA は弱すぎて使う価値がなさすぎて損する。まるで PA を着た瞬間に、負債が発生してしまうかのような、そういう結論になってしまう環境なんですね。これは非常に良くないし、だからこそ、次のアップデで高難易トレードを用意して、PA をそういうジャンルに押し上げようとしてるんでしょう。それだけではなく、仕様変更という名の弱体化、これをセレンやワンダラーに仕込むのかなと、むしろそうしないといけない状況になってるんですね。じゃあどういう風に強いかって話をします。まず防具は SS にするとして、DR における優位性は差がないので省きます。構成はもちろん腹痛 E、動画では E4、動力供給1ですが、E5 の方がいいです。アンダーアーマーは裏地 SS なので、さらに E4、ステの E20 に14増えて34になるってわけです。E は HP5 増やすので、基礎250に合わせて HP400 は手堅い。さらに、料理でペミカンの E6、カーニバルパイの40、これで70増えますよと、ワンプクでさらに35、極めつけかライフギバー。結果的には E40、HP550 の化け物が生まれます。ちょうど副陣で減っても 20% で HP100 はある。セレンの 30% なら150。この時点でもうやばいことが起きてるんですが、この上で AP は150増える。属性耐性で DOT も耐える。これに致命的なダメージを抑えるブロッカー、ファイアプルーフ、汎用的なリコシェというのは置いといて、PA と生身の決定的な違いは回避と軽減が同居していること。軽減同士は乗算で、ワンダラーとドッジを合わせて 50% にはならない。しかし、回避は扱いが別なので、早い話が、セレンは HP を2倍にする効果として扱い、ドッジとワンダラーは、それをさらに増やす効果として機能してます。これどういうことかと言いますと、もしセレンが 45% 軽減だったら、最終的に実質 HP を 3.24 倍にするのが限界ですが、回避なので、実質 HP3.57 倍ってことです。ここで実質 HP を比べてみます。HP は一般的に到達できる400として、金プロはパーツの軽減も合わせて 6.1 倍の488、生身は 3.57 倍なので 20% の285、セレンの 30% なら428です。実際は 45% 回避を 50% として省略してますが、その誤差はもはやどうでもよくてですね、ここで大問題なのは実質 HP200 とか400あって死ぬ状況どこなんですか？そういう話なんですよ。まず、コロッサスはブロッカーで耐えるし、あの炎 DOT とかも最近のいいパークで耐えますよと、ゴリアテも同様に耐えるし、タイタンも耐えるし、クイーンも耐える、遠征も火炎すらいいパークで耐える、かろうじて割合軽減でしか防げない暗号解読で変異次第で死んでしまうかなってくらいで、じゃあどこで死ぬんだろうって話になりませんか？そして実際に死なない様子を流しているわけで、じゃあ死なないため耐久力という優位性のためにパワーアーマーを使う意味ってないんですよ。確かに不屈より硬くなるけど、そのメリットは不屈じゃダメという前提で成り立っているメリットであり、それが崩れた以上はメリットでも何でもないんです。ヘビーガンの 45% 貫通は PA の特権ではありますが、少なくとも AP100 は下がっています。これはガトプラがトレザガウスミニガンを5発撃てなくなることを意味しており、映像の AP568 で比べると総火力が 17% も下がっていることになるんですね。貫通はだいたい 1.28 倍のダメージ増加らしいので 1.1 倍の差みたいなもんですね。それだけではなく、フュージョンコアという無駄な消費があります。これが大問題でして、新 PA でどうにかしたそうな雰囲気出てますが、特に大したメリットもなく、無駄に資源を消費する時点でコンセプトが崩壊していると言わざるを得ない。総重量下がって、近接火力下がって、命中率下がって最大 AP 下がって、本来なら不要な資源を消費して、その恩恵がヘビーガンの 45% 貫通ってだけ、それが釣り合ってるとか強いとか、だから PA 乗ろうとか言えないんですね。どう考えても PA でおすすめのビルドって聞かれてもフル HP しか活路ないけど、フル HP の時点で PA 乗る意味ないし、フル HP スタビより副陣生身の方が軽く出るし、この上でコア消費は好き嫌いの範囲超えちゃってるんですね。私がビルドを動画にするときは強いってスタンスのもと、みんな使った方がいいって気持ちが根底にあります。だから今の PA の動画出しても前提をだまくらかして視野を狭めた上で強いとか、一種の不意調、詐欺に近い感じになるんですね。確かに SS じゃなければ PA は強いけど、最終ビルドに PA がたどり着けてないことがおかしくて、PA が初心者向け、序盤にしか居場所
所がないというのは奇妙なことだと思います。ナイト以下に PA 着せてないボスは異常ってことですからね。実際にエルダーマクソンは生身でシンスに来ますが、そんな例外を当たり前にしてほしくはなくて、代償があるけど強いか、代償なくして好みの範囲にするか、素直に直接バランスを変更した上で、レードでは PA が圧倒的だよねという間接的に価値を高める要素を PA に用意するべきなのではないか、そんな風に思いました。現状維持は絶対良くないんで、メスは入るかなって思ってます。新レジからいいパークの変更、いいレジの向上、複数の要素が一気に来て崩れた感はありますが、複対の SS 組んで何とも思わなかったのかなとか、その辺がちょっと気になりました。さて今回は以上ですが、ボスを倒せるでしょうか。正直、今日の変異は強すぎます。氷はやばいです。これ普通に PA でもきついんじゃ。というわけでね、私が最近 PA を急に使わなくなった理由でした。今回は以上です。ダブル変異オプスは文字が美味しいので難しいけど早い暗号解読で頑張りましょう。それでは。